皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は白川郷と五箇山愛の倉のご紹介です。私たちは雪道の運転には慣れていないため、今回はバスツアーに参加しました。納費バスが運行しているツアーで、ツアー名は白川郷と五箇山愛の倉2カ所の世界遺産巡りです。このツアーでは岐阜県にある白川郷合掌集落と富山県にある五箇山愛の倉の2カ所の合掌集落を1日で観光することができます。私たちは白川郷に一度は行ってみたいと思っていたのですが、交通アクセスに難易度があり足が遠のいていました。しかしこのツアーがあることを知り、念願が叶ったんです。このツアーは2024年12月時点でも継続運行されています。調べてみるとタクシーツアーもあるみたいです。概要欄に飛騨バスのサイト URL を貼っておきますね。岐阜県と富山県の2つの世界遺産を巡れる機会は貴重ですし、実際とても素晴らしい体験になりました。1時間半ほど雪道を走ると、まず到着したのは五箇山愛の倉の合掌集落。この愛の倉には20棟の合掌造りの家屋が現存しており、かやぶきのお寺や家などの合掌造りを見ることができます。こちらは原始合掌造りです。江戸時代後期に建てられた家屋で、愛の倉集落の合掌造り家屋の原型とされています。雪が積もっていて分かりづらいかもしれませんが、他の家屋とは異なり屋根が地面まであるんですよ。この集落には原始合掌造りがいくつかあったそうですが、現在はこの1棟のみだそう。昭和の初期まで原始合掌造りに人が住んでいたそうですよ。内部の見学はできませんが、非常に興味深いですね。原始合掌造りと他の合掌造りと見比べてみると、屋根が地面と接しているのがお分かりいただけるかと思います。おそらくこの地に合わせて住みやすい家屋へと改良されていったのでしょうね。愛の倉集落は白川郷に比べ観光客が少なく、ゆっくり落ち着いて静かに見学することができました。原始合掌造りも見れて貴重な体験でしたよ。とても素晴らしい風景が広がっていたんです。また驚いたのが雪がとてもサラサラしていたこと。私たちはウィンタースポーツをしないので、雪国の雪がとても珍しかったんです。このツアーに参加するためアイゼンを用意したのですが、大正解でした。滑りやすい場所もあり、転んでる人も結構いたんです。参考までに Amazon のリンクを貼っておきますね。50分ほど散策するとバスに戻り、次の目的地へ。目指す場所は白川郷です。白川郷に着くと、とにかく迫力に驚きます。というのも合掌造りが114棟もあり、一つ一つの家屋も愛の倉集落に比べ大きかったんですよ。また中の様子を見学できる家屋もあり、どのように暮らしていたのかを知ることができました。いろりの熱と煙は上につられた火棚に当たることで対流し拡散され、ゆっくりと上の階へと流れていきます。煙や熱が隅々まで行き渡るように工夫されているそう。また当時の草履や日用品なども展示されており、具体的に当時の人々の様子をイメージすることもできました。絵がかわいいです。2階から1階のいろりが見えます。確かに煙が上がってきますね。
床や梁は煙のヤニとすすで真っ黒。このヤニが木材や茅を守っているそうです。生活の知恵が詰まっており、感心することも多く、大変興味深く勉強することもできました。合掌造りの3階からの映像です。家屋がいかに大きいかを感じていただけるかと思います。さて、昼食に手打ちそばのお店に入りました。お昼には少し早めの時間だったので並びませんでしたが、お昼時はどこも混んでいましたよ。とろろそばと炊き込みご飯、冷えた体が温まります。2時間40分ほどの散策をした後はバスに戻り、合掌集落全体を見渡せる天守閣展望台へ。テレビやパンフレットで何度も見たことがありましたが、実際その場に行ってみるとやっぱり感動しますね。今回は相倉合掌造りと白川郷合掌造りをご紹介しました。とても便利なバスツアーだったので、観光を検討されている方におすすめです。この動画がご旅行の参考になると嬉しいです。皆様からのいいねとチャンネル登録が励みになります。ぜひこの機会によろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。